今回は、スタンダードカクテルのウォッカベース、バラライカを今回はお作りしたいと思います。このカクテルはロシアの民族楽器バラライカにちなみ名付けられました。ベースとなるウォッカの産地としてロシアが有名であることや、ショートグラスに注がれた液体が楽器と同じ三角形をしていることが由来とされています。ウォッカ、コアントロー、レモンジュース、この3つが三位一体となった爽やかなカクテルバラライカ、ぜひお試しください。ではテイスティングをしたいと思います。いただきます。ジドス。まず第一印象はやっぱりこう爽やかなグレープフルーツを感じるカクテルですね。でアルコールは強いんですけど、馴染み方でとても爽やかなショートのカクテルですね。マスター以前、バラライカが一番こうカクテルで好きかもしれないって言ってたと思うんですけど、言ってたかもしれないね。あれは何でなんですか？やっぱりさ、とにかくこう一番こうシンプルなお酒、これやっぱ一番基本的に俺の中でちょっと難しいなと思ったカクテルかな。で、なんていうのかな、ちょっとこう奥が深すぎるっていうか、奥が深いなってちょっと感じたんで、それでやっぱりなんかちょっと追求したくなるっていうか、だからもうシェイキングの仕方、ほんの
0. 何ミリとか本当に何ミリの差でこう味のバランス、あとはもう本当氷によっても違うと、グラスによっても違うっていうか、多分そういうなんていうんだろうな、奥深さみたいな、それにちょっと俺やられたっていうか、なんかすげえ面白いなと思って、でもこんなの上手に作れるようになりたいなと思ったっていうか、そこじゃないかな、この、一番好きなカクテルって。だからもう難しいからこそ好きっていうか、美味しいバラライカを作りたいと思わせてくれた一杯だから、だからなんかやっぱそれが好きなんじゃないかな、やっぱり、ちょっと自分の実力を試したくなるようなっていうか、なんかこういうショートのカクテルって、こう本とかだと、ショートのカクテルは3口で飲むものだみたいな、とにかくショートって短い時間で飲むものだっていうのを書いてあったりするんですけど、やっぱり3口でみたいなのはあるんですか？いやもう一口でこんなのギュッと飲めみたいな。ちょっとそれはダメです。そうね。いきなりは上調するのは。いやでも3口ぐらいで飲んでくれたら一番理想かなと思うけど、でもそんなに凝り固まった飲み方っていうのは何にしてもダメ。とにかく好きなタイミングで、例えばこれゆっくり飲みたいって思う人もいるかもしれないから、だったらバーに行ってショートでこれ頼んでバラライカ頼んで一口飲んでゆっくり話をしたい。でちょっと冷たさがちょっと落ちてきたっていうか、少しぬるくなったらすいませんちょっとロックグラス用意してもらっていいですかって言って途中でロックにしてもいいと思う。それ飲み方ってのも酒の飲み方自由だけど、それをでも1時間やったらダメ。そういう感じだから別に飲み方は自由だし、好きにこう美味しくは自分の味わい方で飲んでくれるのが一番嬉しいから。でもねやっぱりシェイキングして冷やして混ぜてるから、正直3口で飲めってどっかで思ってるけど、そうは言えない自分もいる。でもやっぱ好きに飲んでほしい、楽しく飲んでほしいっていうのが酒の前提だからな。ここはちょっと作り手と飲み手のジレンマみたいなものがちょっとあるっていうことなんですね。そうなんだよな。でもそこは強要できない、強制できないとかさあるから、その辺はあんまり厳しいことは言えないし、でも最終的に俺が本当にじいさん70、80のじいさんになった時にはそれはやりたい。3口飲むんだったら作ってやる。そんな感じだな。そんな感じでもいいかもしれないけどな。すごいなんか悪く言われそうですけど。そうだな、帰れって言う。でも今言わないよ。いらっしゃいませ、ありがとうございました。その気持ちは忘れずに。80になったら80になったら俺相当暴れるよ。あのじいさんうるせえこと言うからあの店行くのやめようぜって言われる。そんな店でもいいと思ってる。なるほど。ただその時も美味しいバラライカは作りたいと思ってこれからも努力したいと思います。うまい。どうもご視聴ありがとうございます。